大政所と旭姫。どうする家康に学ぶ日本史。秀吉の迷惑で呆れた親族たち。豊臣秀吉は徳川家康を服従させるために武に嫁いでいた44歳の妹旭姫を離婚させて家康の正室にしている。それでも家康が従わなかったために呆れたことに自分の母親である大政所を人質に差し出すのである。大政所と旭姫のその後を詳しく見ていこう。秀吉は小牧・長久手の戦いの和睦の条件として家康に表向きは養子だが実質的には人質を差し出すよう求めた。家康は次男の荻丸後の結城秀康を石川数正の子息とともに差し出したが秀吉の上洛要請には応じなかった。家康を武力で従えることに失敗した秀吉は次に手法を変えて朝廷の権威で家康を抑え込もうと考えたようである。1584年天正12年10月、秀吉は扇町天皇の退位後の住所となる仙道御所の造営に取り掛かる。そして秀吉が初めて守護家に任官されたことで位においても豊臣家は織田家を超えたのである。さらにこの年の11月には従三位権大納言に叙任され秀吉は公暁に名を連ねたことになる。この時に秀吉は扇町天皇から征夷大将軍に任官することを提案されるが辞退している。秀吉はなぜ自ら将軍になることを避けたのかについては諸説あるが未だに謎の部分が多い。それはともかく1585年天正13年3月に正2位内大臣となった秀吉は7月には関白職に就くという異例の出世を遂げるのである。さらに豊臣という姓を天皇から与えられた秀吉は関白豊臣秀吉として家康に上洛を命じてひざまずくことを求めた。ところが家康はこの時にも秀吉の要請を無視し続けるのである。家康の態度に頭を悩ました秀吉が最後に考えついたのが妹を家康に嫁がせることであった。秀吉には旭という妹がいたが佐治日向守という武士に嫁いで約20年が経過していたと言われている。そこで秀吉は佐治氏に旭と離婚すれば500石を加増すると伝えた。佐治氏は旭を離縁してよこしたが加増の件は武士としてのメンツから断っている。佐治氏はその後自害したとも剃髪して洛外に移り住んだとも言われている。44歳の旭姫は籠に揺られて45歳の家康のもとに嫁いだのである。築山殿亡き後正室が不代だったために旭姫を正室に迎えた家康は慌てて秀吉に次のような条件を書いた手紙を送っている。徳川家にはすでに秀忠という嫡男がいるので旭姫との間に子供が生まれても跡取りにはしないという条件であった。
朝日姫は駿河の府中に館を構えたために駿河御前とも呼ばれたが、不思議な性格で人前ではほとんど意思表示をしなかったという。そして何か言いたいことがあると次女を通して話をしたという。朝日姫は生涯に一首の歌も読んでいないのがその証拠である。これではまともな夫婦生活が営まれるはずもない。そのために家康も朝日姫の取り扱いには相当苦労したようである。しかし家康は朝日姫を正室に迎えても頑として秀吉の上洛要請を拒み続けた。すると秀吉はなんと自分の生母である大政所を朝日姫の見舞いと称して家康に人質として送るのである。大政所は城で畑を耕し、尾張弁を生涯話し続けるという根っからの農夫であった。そのため家康は最初は大政所が偽物であると考えていた。ところが朝日姫が大政所を見て涙を流して抱き合って喜んでいる姿を見て、家康はやっと本物であることを知り、心が変わったようである。家康はついに上洛して秀吉にひざまずくのである。しかし徳川家臣たちは家康が上洛中に暗殺されることを恐れ、朝日姫と大政所の部屋の周りに薪を積んで、家康にもしものことがあれば火をつけて二人を焼き殺す準備をしていた。ところが井伊直政だけは朝日姫と大政所の部屋をたびたび訪れ、優しく接していたという。直政の態度を不審に思った仲間が、なぜ頻繁に部屋を訪れるのかと直政に尋ねた。すると直政は、殿にもしものことがあれば朝日姫と大政所を刺し殺すのに、次女と間違えないために毎日二人の顔を拝んでいるのだと平然と答えたという。家康が秀吉に心中の礼を取ったことで大政所も無事都に戻されたが、数年後に病となる。そのために朝日姫は帰郷を許され、大政所も全壊する。ところが今度は朝日姫が病に倒れ、そのまま聚楽第で逝去した。享年48であった。死因は過度のストレスが原因であったと思われる。そして11位と摂政関白の母の尊称である大政所が宣下されたが、大政所は1592年天正20年に同じく聚楽第で逝去している。享年77であった。豊臣秀吉の天下取りに翻弄され、無理やりに駆り出されて巻き込まれた朝日姫と大政所は、本人たちにとっては迷惑で呆れた話であった。